皆さんこんにちは。別館すみチャンネルへようこそ。今回宿泊するホテルは2023年2月以来2回目となる朝屋ホテルです。1回目の宿泊では秋芳館の雅に宿泊をしました。今回は別館となる8番館に宿泊をします。朝屋ホテルは朝屋旅館として1888年に創業した老舗ホテルで、総客室数192部屋すべてに自家源泉を引くなど、おもてなしをはじめ誰でも気軽に温泉を楽しむことができるホテルとして人気を博しています。それを証明するかのように、みんなで選ぶ温泉大賞では東の横綱に連続で君臨し続けています。このチャンネルではこれから宿泊をしようだとか、どこかへ行ってみようと考えている方々のお役に立つことを目標に動画を作成しています。更新頻度はあまり多くありませんが、チャンネル登録をしていただいて応援してもらえると嬉しいです。また今回は秋芳館の大浴場と空中庭園露天風呂、貸切風呂、そして岩盤浴までもレビューしておりますので、じっくりご覧ください。駐車場はホテル目の前にあるこちらと、あと玄関のすぐそばに止めることができます。合計で400台も止めることができるので、そこは安心だと思いますね。建物の中から、玄関を見て、そして上の方を見るとですね、結構高いんですよね。だからとても広く感じました。私たちが訪れた時はクリスマス直前だったので、クリスマスツリーがありました。ここは時期によってですね、ひな人形があったりといろいろ変えているようですね。玄関入ってすぐに宿泊者名簿があるので、こちらで記入してですね、フロントに持っていきます。こちらがフロントなんですけれども、10時のチェックアウトの時はとても人がいてですね、行列がすごかったんですね。なのでそれより前に手続きだけ取っておいて部屋でゆっくりした方がいいかなというふうに思います。そしてフロント周りです。チェックインアウトの手続きのサインですね。お連れ様はここで待つことができます。反対側に来てフロントの方を見ている映像です。もう千と千尋の神隠しの舞台、そんな風に見えますよね。同じ場所から下を見ているんですけども、後でこう行ってみます。上の方へぐわーっとこう見ていきますと、天井が高く吹き抜けているんですね。とてもラグジュアリーに感じます。冒頭でも言っているんですけれども、東の横綱の位置に朝屋ホテルの名が刻まれてます。ではここから部屋の方行ってみたいと思うんですけれども、お土産屋さんの脇のところに8番館の入り口があります。ここ入ってみると、もうなんかさっきと雰囲気違いますよね。どうやらですね、設計している会社が違うということもあるんですけれども、なんか高級感を感じながら、こう道を進んでいくと、そんな感じでした。少し進んでいくと見えるのがこちらのエレベーターです。これを使ってですね、部屋に向かいました。実はすぐここ右側にですね、プレミアムラウンジがあるんですね。8番館の宿泊客と秋芳館の雅の宿泊客が利用できるラウンジとなっております。フロントのあるフロアが6階なんですね。私たちは先ほどのエレベーターを使って2階まで降りてきました。今回宿泊する部屋はですね、2階の202、こちらに宿泊をします。ドアを開けてみると和を感じる、そんな空間になってました。今の映像の突き当たりを左に向かったところはこんな感じですね。ここもシックな感じしますよね。こちらが居間になります。私の家はですね、全部フローリングなので、こういうやっぱ畳があるとなんかこう嬉しい気持ちになりますよね。これは直前の映像の化粧品の説明です。こちらシャワーブースになるんですけれども、まあしょうがないんですよ。シャワーブースから
客室露天風呂までちょっと距離はありますね。カーテンを開けた先はどうなっているのか、小さなスタッフさんお願いします。こちらを見てみますと露天風呂があるんですけれども、どうですか、ここまで見て。なんか閉塞的で嫌だなっていうふうに思われましたかね。後でまた話しますが、全然問題なかったです。今、客室露天風呂に入っています。最初ちょっとぐるっと周りを見てみたいと思います。こんな感じでですね、竹のなんか壁ができてるのかなというところで、そして上の方をこうやって見てみますと、屋根っぽくなっているので、雨が入ってくる心配もありません。で、最初ですね、ここ来るにあたってなんですけれども、ホームページとかであったりとか、旅行サイトとか見てみて、あんまり外の景色を写真で写してなかったので、きっと眺望はあんま望めないんじゃないかなっていうふうに思ってきたんですが、いざ来てみますと、ここも上もですね、こうやって開放的に開いているので、なんかあんまり眺望がどうこうとかってことは気にしなくていいんだなっていうふうに今すごい思ってます。なので私のようにですね、そういう写真とかだけで見た人たちっていうのは、ここどうなんだろうっていう心配あるかもしれませんが、それは一切いらないなっていうふうに思いました。はい、今回ですね、朝屋ホテル2回目で、前回確か2023年の2月だったかなに来ているんですけど、その時は修法館の雅の方に、宿泊をしました。で、やはりですね、8番館の方もあるので、そっちも泊まるべきだよねということで、客室露天風呂の部屋を選んでいると、こんな感じでございます。で、いつも通りですね、最初温度をですね、測ってみようと思ってラッコ太郎と白熊くんをですね、やったんですが、最初40度だったんですよ。結構これぬるいなって思ったんですけども、ここの源泉の方、こちらの方やってみますと、こちらがですね、46度あるんですね。で、ここのところを見てみますと、これで源泉の量の調節ができます。なので、今結構出しているんですけれども、最初ちょぼちょぼ出てたんですね。それだったから40度だったんですけども、今結構勢いよく出しているので、どんどんこの湯船の方がですね、40度から46度の方に上がっていくんじゃないかな、近づいてくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、ではですね、浴槽の広さなんですけども、今こちらのこういう向きに座った時はですね、大人2人がこう並んで座れるかなと、そういう感じです。で、ここの段のところでもいいよっていうことであれば、もう1人行くことができるのかなと。そういう感じですね。で、こことは、逆の向きにして座った場合ですね、こういう向きですよね。に座った場合も同じく3人座ることができるんですけれども、やはりこの段のところがあるので、上半身寒くなるか、下のところ降りて座って体育座りにして入るか、こんな感じですかね。で、温泉の泉質としましては、最初入った時は、なんかトロトロしてるかなっていう感じがしたんですが、今はですね、肌さすってるので結構キュッキュッキュするような、そんな温泉ですね。とても柔らかい感じになっておりますので、とてもいい温泉に私としては感じております。では、プレミアムラウンジへ行ってみます。
前回宿泊した時はですね、雅の部屋に宿泊をしていたので、こちらに入るのもですね、今回2回目ということになります。そんなに大きいスペースではないんですけれども、高級感があっていいですよね。和の感じ、鹿沼組子ですね。至るところにあると。そんな感じですね。コーヒーやソフトドリンク、そしてお菓子などがあります。インターホンというか内線ですね。そちらで連絡をすることで抹茶も提供してくれます。ここからはお土産屋さんのご紹介です。全部ではありませんけれども、ぜひご覧ください。さあ、下の方に降りてきました。1階ですかね。ここよりさらに下に大浴場があります。ここはね、絶対に来たら、来てほしいと思いますね。特に用がなくても来てほしいかなっていうふうに思います。こちらではですね、日本酒飲んだりできる、そういうお店になっているようですね。やっぱここはね、パイプオルガンがあるっていうところですよね。これいろんな人、YouTube の人たちみんなここ絶対撮ってると思うんですよ。ここからこうやってこう上を見上げる。これ結構撮りたくなってしまうだよなと。で結構サムネイル使ってる人多いですよね。で、そこにあるツリーもですね、ひな人形の時期は、ひな祭りの時期はひな人形が飾られたりしてます。やっぱね、下に来るとこういうショットを撮りたくなってしまうんですよね。ちょっとですね、階段を登って上のところに行ってみたいと思います。階段を登って最初に見ることができるのがビリヤード台です。やっぱ結構やってる人いるんですよね。さらにこのまま奥進んでいって階段を登った先にあるのがこちら。キッズルームですね。こちらがあります。結構これ小さい子供向けな気がするんですけども、うちの子供もこれで遊んだり未だにしてますね。そして朝やライブラリーがあります。ここからが貸切風呂と岩盤浴のご紹介です。貸切風呂は4カ所あるんですけれども、予約制となっております。
ここからは集宝館の大浴場へ行ってみましょう。まずは男性側からです。ここからが集宝館の空中庭園露天風呂です。男女が時間制での入れ替えとなっています。洗い場はそんなに多くなかったんですけども、なんかこう混み合っているという感じじゃなかったですね。3回、4回から入ったんですけども、そんな印象です。内湯が一つありまして、そこをですね、脇抜けていくと、外に出れるんですけども、この景色です。素晴らしいですね。で今回ですね、時間的に明るいうちというか、時間で撮っていたんですけども、チェックインしてすぐだったらこういう感じの景色で見ることができると思います。冬ということもありまして、空気が澄んでいてですね、とても綺麗ですね。こちら外にはですね、4箇所に浴槽があるという風になってますよね。丸い浴槽が1、2、3個あったのかな。で、奥に、船の形をした、浴槽があるという風になってます。で、今回の時はちょっと見えなかったんですけれども、前回来た時はですね、星見えたりしたんですよ。その時もすごい満開っていうか、そういう感じで満開満点っていうわけじゃなかったかもしれないんですけれども、星を見ることはできました。で、あと夜の時はですね、若干この浴槽の方が少しですね、こうライトアップというほどではないんですけども、なんか電気が光ったりとかして少し綺麗にね、なってましたね。ここの船の浴槽、私本当にすごい好きですね。で、これはですね、鬼怒川のライン下りで使われていた船を露天風呂にしたそうですね。では、もう一個の方の、空中庭園露天風呂行ってみたいと思います。こちらも同じくですね、そんなに多く洗い場があるわけではありません。内湯が一つありまして、そこをですね、また抜けていくと、空中庭園露天風呂があるわけです。とにかくですね、本当景色がすごくいいんですよね。これだけ晴れていると本当に気持ちよく入ることができると思います。私ですね、こちら側の方に朝入りに来たんですけれども、寒かったんですけれども、すごくですね、こうあったかいというか気持ちよく入ることができました。
出てからの保温効果っていうのがすごいんですよね。だから浴槽出てすぐはなんか寒いなっていうふうに思ったりしたんですけれども、そっからどんどん体が芯の方からポカポカしてくるような、そんな泉質になってました。この山も綺麗ですよね。もう最高の景色です。ここ寝湯があるんですけれども、ちょっと寝そべりながらこう眺めると、なんかもう自然と一体化したような、そんな気持ちになります。これ本当です。遠くを見渡すことができるこの景色も本当に素晴らしいですよね。ここからが夕食のご紹介です。朝屋ガーデンというところで朝食も同じ会場でいただきました。広々とした空間ですよね。ですがね、ここもうぎっしり人がいっぱいに来てましたね。和洋中100種類もあるんですね。この後ご紹介するんですけども結構時間かかってます。私が持ってきたのがこちらです。このカニももちろん食べ放題なんですけども、もう何かに取り憑かれたかのように無表情で山盛りにしている人がいたんですよね。すごいなと思いましたよ。
食事を終えてそれぞれの人がそれぞれの楽しみ方をしていますよね。席について話したりビリヤードをやったり、こういう姿を見るとなんかほのぼのしてきますよね。こちらはゲームコーナーのラスベガスです。今夜の客室露天風呂に入っています。ちょっと今日振り返ってみたいと思うんですけども、まずですね、従業員の方々が本当すごかったですね。何がすごいって、もう会うたんびにですね、いらっしゃいませとか、ごゆっくりおくつろぎくださいとか、そういう言葉をかけてくれるんですよ。これ結構なスタッフの方働いてるかと思うんですけども、みんなそういうふうに一人ずつ言ってくれましたね。そこってやっぱ一流だなと、おもてなし力すごいなっていうのを感じました。で今こう中見てみますとこんな感じで電気がついてるんですね。ここに電気つけられるんで消すこともできるんで、これで、さっきちょっと上を見ましたら星がちょっと2つ3つくらい見えたんで、電気消したらもっと綺麗に見えるかもしれません。そしてここ前のところがですね、電車がさっき上り下りどっちか分からない両方通ってましたね。そこをなんかこうついつい見えてないだろうけど手を振りたくなってしまうようなそんな感じでした。夕飯のビュッフェがですね、これやっぱ全体的にクオリティ高かったですね。ビーフシチューなんか特に私美味しかったと思ったし、あとパスタ、スパゲッティかペンネか選んで味が4種類くらい選べるんですけども、私はペペロンチーノがすごい美味しいと思いました。で娘はたらこソースのが美味しかったみたいで、それをおかわりしてましたよね。あとかき鍋、もつ鍋も美味しかったし、お寿司も良かったですよね。で天ぷらにフグがあったんですよ。フグなんかなかなか食べる機会なかったから、もう2個食べちゃったりなんかして、とても美味しかったですね。ここはね本当にこう正直100種類とかあるんで食べきれない、食べ尽くせないんで、これは次回の宿題になっちゃいますよね。あれ食べとけばよかったとかいろいろ思いました。本当にですね美味しいご飯でしたね。で、夜の客室露天風呂からですね、新しい仲間が3人加わったので、紹介したいと思います。ライオン、白クマ、パンダ。どこで撮ったんですか？ゲームセンター。そうですね、朝屋のゲームセンターのところでですね、この3人が新しく仲間になって、早速お風呂に一緒に入っているところです。かわいいね。めっちゃ好きな子はこの白クマ、ライオン、パンダ。みんな大好き。でですね、ちょっとこの映像の方で音が拾えてるかわからないんですけれども、結構鬼怒川の音が聞こえてきてるんですよ。だからこういう川のせせらぎというか、そういう音を聞きながら、温泉に入ることができるっていうのも、本当にこう最高な気持ちになりますね。いやー、いい温泉だ。
今最後の客室露天風呂に入っています。ものすごい晴れてるんですよね。これもう快晴ですね。雲一つない快晴とはこのことなのではないかというくらい空が青いです。そしてですね、先ほどもまた空中庭園露天風呂入ってきたんですけども、やっぱ外っていうのもありまして、12月20日くらいに来ているんですが、やっぱすごい寒いんですよ。で、温泉入ると暖かいんだけれども、やっぱり顔とかが涼しい、寒いって感じで出ると、うわ、やっぱ寒いなって思いながら、もっと温まればよかったっていうふうに思って出るんですけれども、出た後すごい体がポカポカしてるんですよ。もう暑いなって思うくらい保温性がすごいですね。朝食も夕食と同じビュッフェ会場だったんですけれども、そこでとあるエピソードがありまして、私のすぐそばにお客様がですね、トレーにもうご飯とかだいぶ料理を乗せてたんですけども、ひっくり返しちゃったんですよ。ただ、うわーかわいそうって私は思ったんですが、思ってるのつかの間、すぐにですね、スタッフの方が来て大丈夫ですよっていう風に言ってくれたんですよ。で、あれ自分のことで考えると、あんなたくさん人いる中でそういう風にひっくり返しちゃったりとかして、もう恥ずかしいしどうしよう困るっていうやばいっていう風に焦りの気持ちがすごい中で、すぐさま来てくれて大丈夫ですよっていう風に言ってくれたら、こんな安心ないなっていう風にすごい思いましたね。そして別のところで大きな音がすると、そのそばにいるというかですね、音が聞こえたであろうスタッフの方々はバッて一斉にそっち見るんですよ。何があったのか、すぐに行かなきゃっていう、もう本当に自分が行こうっていう、そういう感覚っていうんですかね、それがもう普段からですね、もう培われてる証拠なんだろうなと思いました。昨日もお話ししてるんですけれども、すれ違ったりとかするときには必ず立ち止まっていらっしゃいませとか、朝はおはようございますって言ってくれたりするんですよ。だからそういうのトータルでやっぱ見てみても、やっぱりお客様のことを第一に考えているんだなっていうことをすごい感じられる、そんなホテルですよね。滞在している時間が本当に楽しいし、安心して過ごすことができるというふうに私は感じました。約2年ぶりにですね、朝屋ホテルに来まして、8番館に宿泊しました。このようにですね、露天風呂の方はなんか壁があったりするのかな、景色どうなのかなと思われる方いらっしゃるかと思うんですけども、その辺の心配は一切いらないと思います。開放感がすごいです。というわけでですね、またお会いしましょう。バイバイ。